九州新幹線名物の急勾配、すごいですよね。これもなかなかだよな。はい、ここは JR 西日本博多南駅です。ここは新幹線にタダで乗れる駅として有名です。新幹線にタダで乗ってるわけじゃないですけど、300円ぐらい払えば新幹線の車両に乗って遊ぶことができます。で、たまに個室とか元グリーン車とかデラックスな席もあって、全車両が自由席になりますので、そういうのも乗ることができます。そしてもともとここは JR 西日本の車両基地のあるところ、その車両基地までの線路、どうせだったらお客さん乗せてくださいよというのが博多南線の始まりなわけですが、最近この博多南に面白いものが見つかったということで来ました。ここが山陽新幹線の一番の拠点の車両基地という位置づけですから、やっぱ大きさもすごいですよ。半端ではありません。ずっとこの地下道を歩いていってやっと反対側に抜けられます。ちなみに山陽新幹線の他に岡山にも車両基地が大きいのありますけど、岡山は歴史的な経緯で JR 東海の持ち物となっているというのが面白いところです。実際にはそこから JR 西日本が土地を借りてるんですけどね。で、大阪も JR 東海が基本的には使っています。そしてこの博多総合車両所にはいろいろともう使われなくなった新幹線が置いてあることがあるんですが、今日はすごいですよ。久々に見たびっくりしたな。これなんかゼロ系新幹線が出てるんですよ。実はね、視聴者の方からなんか見えるところにゼロ系が出てきてますよって話をね教えていただいていたんですけど、なるほど、確かに本当にあるわ。ゼロ系新幹線4号車と書いてあります。 JR 西日本で最後まで活躍していた2008年に引退したゼロ系新幹線電車、その最末期の姿でここに残っています。最後は4両編成で山陽新幹線のこだま号として使われてたんですね。そしてなんと驚くことにこっちにもう1個あります。これがすごいね。後ろにはウィン350があります。ウィン350というのは500系電車の試作型で、 JR 西日本が発足してすぐの頃、時速350キロで新幹線を走らせることはできないか試験をするために開発した試験用の車両です。紫色の新幹線、それとゼロ系新幹線が連結して止めてあります。もうめちゃくちゃです。こんな風にして新幹線が走ることはまずもって多分普通にはできないと思いますが、ともかくこれはもう保存用の車両ですので、置いておくだけであれば簡単です。で、とてもピカピカで、いつもはねとても貴重なものなので倉庫の中にしまってあるのだと思うんですが、なぜか分かりませんが今日は外へ出てきています。前はねここに2階建ての食堂車が置いてあったんですよ。うわー、この食堂車もあれ面白いなと思って、見るわけなんですけど、なんと今回は食堂車ではなくてそれがどっかへ消えて代わりにこれが出てくるという不思議な状態になっています。なんか面白いところあるかな。まずこれは小窓タイプですね。ゼロ系新幹線は本当はね、後ろの座席と前の座席と2つ並べて1個の大きな窓にする、2個の座席で1個の窓を共有する連続窓スタイルだったんですが、これは割と後期の編成で小窓仕様です。なんかね、これは乗り物ニュースさんでさっき勉強したんですけど、なんで小窓仕様なのかというと、なんか昔走っていてバラスがバーンと地面に敷いてある石が跳ね返って窓ガラスにひびが入るということがあったそうで、それは別に問題ないらしいんですけど、ただひびが入ると交換しなきゃいけない。で、そうすると一個一個にしておいた方がこれがバーンって言われてね、でこっちは無傷だったらこれだけ変えればいいけど、この2個が連続して1つの窓になっていたらこの2個分を変えなきゃいけないわけじゃないですか。めんどくさいと。だからなんかバラバラの窓に、個別型の窓にしたということらしいです。そしてこれですね、連結機のボンネット、これ多分ね元からだと思うんですけど、ボンネットのところが外されてまして動かしやすいようになっていますんで、連結機の状態も見えます。これがそうですね、連結機だ。こういう風に入ってるのをビヨーンと外に取り出して、これで敷地の中を動かすんですね。もうこのゼロ系電車もお隣のウィン350も自分で動くことはできませんが、この車両基地の中を移動させる専用の機械に引っ張られてどこからか現れたものと思います。ここには500系新幹線の V6 編成も置いてあります。で、これはもう使わないやつですね。見てもらうと分かりますけど、もう先端の部分、これもまた連結機が露出しています。確かもう長いことここに置きっぱなしになっていたかと思いますよ。500系新幹線も今では新幹線の中の多分最古参になっちゃってるんじゃないですか。いや、さっきここに来るまでにはしごをも調達して持ってくるかどうするか真剣に悩んだんですけど、そこまでしなくていいかと思ってやめたんですが、持ってくればよかったな。そしたらもっといろいろ取れたな。一番間近に見られてこれかな。連結機はチェーンで持って上に向けた状態で
もともと格納するのだということはわかると思います。わかりづらいかな。ちなみにこのウィン350は500系新幹線の試作車両なわけですが、見た目が全然似ていません。なんでも500系新幹線はあそこまでとんがらせなくても本当はいいらしいんですけど、かっこよくするためにかなり尖らせているとかいう話です。実際めちゃめちゃかっこいいですよね。あとは0系と比べると車体が随分ウィン350の方が低いということもこれを見て分かりますね。これはね、高速を追求するために屋根を低くしているというのもあるのかもしれないんですけど、それ以上にね、高くする必要があんまりなかったらしいですね。っていうのと、速度試験の関係で屋根の高さを変えるっていうこともできたみたいで、低い方に作っておいて、で高くするときはなんか上にかさ上げするというような形で様々な屋根の高さを変更してのテストも行われていたといいます。しかしピカピカですね。今ね、本を売ってるところでございます。鉄道百景で。僕が選んだ。これ全部僕が選んだ。大変でしたけど、景色のいいところはですね、どこかみたいな。で、ここに行くとこういう風な景色がありますよとかいうのを、活字ベースでですね、いろいろとまとめてあります。本当に全部僕が選んだところですので、ご覧になってみてください。もうね、いろいろチェックしていただいたんで、多分ね、間違いとか、ね、ないと思いたいんですよね。頑張ってます。